こんにちは。お元気ですか？今日は1月17日の土曜日ですね。最近ちょっと暖かい日が続きましたが、1年のうちでね、2月が一番寒いなんて言われたりとかするんで、きっとこの後ドカーンと寒いのが来て、そしたらそのうち春が見えてくるんじゃないかななんて最近思ったりしてました。私今年に入ってから、なるべく毎日、瞑想する時間を取り入れようと、したりしてるんですけども、トライしようとするんですけど、なかなかできないんですよね。よし、瞑想するぞって言って、その瞑想する体勢にすら入れない日もあるし、よしと思って、あぐらとかを組んで、目を閉じたりとかしても、全然ダメだできないと思って5分くらいでやめちゃう時もあるんですけど、まあ5分やれたらいい方かな。でもなんていうのかな、15分から20分くらいはできたらしたいなって思ってるんですよね。だからね、だいたい3日に一遍くらいかろうじてやれてるっていう感じなんですけど、このままだとちょっとね、もうそのうち全くしなくなっちゃいそうだなと思って、で昨日からねちょっと考えた末に朝やることにしたんですよ。多分ね、朝起きてなんやかんやでご飯食べて仕事始めちゃったらね、なかなかその日のうちに瞑想っていうのを入れるのが難しくなっちゃうんですよね。多分ね、もう脳みそがね、ごっちゃらごっちゃらがっちゃら、なんか常にもうね、雑念とか、多分雑念っていうか、もういろんな思考がねよぎりまくっちゃうんで、多分瞑想とかね、止まってること自体がね、考えを静止すること自体が辛くなっちゃうんですよね。眠りにつくまで。眠くなっちゃえばもういいんですけど、だからね、仕事とか何かスタートする前にやるのがいいと思って、昨日今日と朝の時間に瞑想をすることにしました。ただね、起きてすぐではなくて、私起きたらね、朝のルーチンとして緑茶煎茶を飲んでるんですよ。急須から入れたお茶ですね、日本茶ですね。でそれを飲んでちょっとボヘーっとして、お茶を2杯くらい飲んだら、床をいわゆるウェットシート的なものでさっさっさっと拭いて、でその後に10分くらいの簡単なヨガをしてるんですね。辛くないヨガです。ほんとストレッチ的なやつ。YouTube の B ライフっていうヨガのチャンネルでね、朝ヨガっていう再生リストがあるんですけども、その朝ヨガっていう中に入ってるやつは全部朝のねやつなので、簡単なほぼストレッチみたいなね、簡単なプログラムしかないんですけど、その中でね、その日の気分で、今日は全く辛くないのがやりたいって時は、本当に簡単なストレッチだけとかね、そういうのを選んでやってるんですね。でその10分ぐらいのもうストレッチ的なヨガが終わったら、朝ごはん食べて、その後仕事するっていうルーチンができてるんですよね。で朝ヨガをし終わったタイミングで瞑想に入るのが一番自分が入りやすいんじゃないかなって思ったんですよ。やっぱ朝ヨガやってる時ってヨガやってるから、体もちょっとストレッチで動かしてたりするので、それしながら何か考えるっていうのがちょっと難しいんですよね。考えちゃってる時もあるんだけど、ちょっとでも体が動きが入ると、あれこれあれこれってちょっと考えるの難しくなるんで、脳がちょっとお休みしてるんですよね。なのでそのヨガを10分やった流れで、そのままヨガ終わりにちょっとあぐらをした状態で、そのまま瞑想をね、もう10分でもいいから瞑想をすると。10分っていうか、10分やれたら御の字っていうか、だいたい15分から20分できたらいいなっていう感じでやってるんですけど、そんな感じで昨日今日とね、ヨガの後に瞑想をするっていう
ルーチンに、朝のルーチンに入れることにしました。で、今日2日目なんでね、これから継続できるかわかんないんですけど、今ね、こうやって言っとけばね、ちょっとこの続けるためのね、ちょっとあれになると思うんでちょっと言ってみました。で、なんか私がなんで瞑想しようかなって思ったかっていうと、もう本当にね、最近っていうかここ数ヶ月ですね。こうしよう、ああしようとかね、そうしても、でもこうだから、ああだからとか、もしくは違うこと始めちゃったりとかすると、もう頭の中がどんどんこう、ポンポンポンと連想ゲームみたいに違うこと考えちゃったりとかで、なかなかね、こう、やるべきことにこう集中できないとか、仕事の作業もうこれをやるっていうのは決まっているその作業に逃れてしまうとかね。つまりこれもある意味脳死、何も考えずに脳死でただ作業でやるっていう方に逃れてしまって、こう自分でね、これをこうしていこうとかああしていこうっていうその新しいものに着手するっていうのがね、全然できてないんですよね。やろうとしてもどんどんなんかこうちょっとやってあーってなったりとか、ちょっとやってでもこれはこうだから、でもああだよな、そうだよなとかね、こうポン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 って言ってなかなかこうできなくて、だからね、この瞑想するっていうのと、こう何日までにとりあえずこれを試しにこうしてみるとかね、そういうちっちゃい目標とかね、ちゃんとスケジューリングしないともうやっぱダメかもと思いましたね。で、ちょっとそのいわゆる自分というベースがとにかくこうあっちゃらこっちゃらしてるんで、なんていうかこうイラストのイメージで描くとしたら、こうヒョヒョヒョっていうゆらゆらした矢印がもう四方八方に出てる感じで、もう自分が何やってんのかわからなくなって、なんかこうもう注意力もこう散漫しちゃってて、でなんか結局なんか生産的なことがきちんとできていないみたいなね感じになってるので、なんかあれこれ結局脳みそは脳疲労とかしちゃうんで、ちょっとこうなんかその考えをストップさせたいから、わけのわかんない YouTube とかショート動画とか見ちゃうとか、なんかそういうこう負のスパイラルみたいな、そうだからこうすごい簡易的な娯楽でどうにかこうリラックスしようみたいな、簡単に面白い30秒ぐらいで面白いショート動画とかをやたら見たりとか、だからこうただ面白い YouTube を見続けちゃうとか、もうそういうのでもう本当にダメだなと思ってたんで、とにかくね、いやちょっと前置き長くなったんですけど、とにかく瞑想をしてるよっていう感じですね。なんかこう別に私がねすごくこうなんていうかマインドフルネス的な人間とかね、すごいそういうのをこう普段から大事にしてる人間とか、全然そういうのじゃないんですよ。ちょっと自分があまりにも最近こうあっちゃらこっちゃらで、しかもダメダメで1日2日3日とどんどん日が経っていくのに私は何もしていないっていうのが続いちゃってるんで、これこのまま1年終わるなって思って、なんかいよいよ私やばいかもと思って、一旦自分のベースをこう整えなければと思って、それでちょっと瞑想をもっときちんとやろうっていうところに立ち返りました。Google とかでもね、瞑想やるって言うじゃないですか。なんて言うんだろう、従業員のよくわかんないけど、なんかのプログラムで瞑想を取り入れてたりとかするというか、瞑想って日本語で言うとさ、なんていうかこう、ちょっとこう宗教的なというか、あと、なんかこういう精神統一のとか修行僧みたいな、なんかそっちのイメージがありますけど、多分 Google がやってるのはこうなんて言うんだろう、こうもっとこうそういう精神統一っていうよりも、このマインドフルネス的な意味での瞑想なんだと思うんですけれども、だから私もね、特にこうすごくこう精神をとかそういうんじゃなくて、まずは一旦なんかこう自分がこう落ち着いて整って、ちょっと一旦正常に戻りましょうみたいな。とにかく今なんかこうよくわかんないけど、自分の中でいろんなものが分離してる
さっき言った矢印があっちゃこっちゃしてるっていう、そういう感覚があって、多分今ここで何かをやってもなんていうかなんかね、できない。なんかエネルギーを一点集中することすらできない。集中もできないみたいなね、感じもするので、ちょっとね、瞑想をしながら、一回そこですごく分かりやすく生産的な物事に着手するっていうわけじゃないので、一旦立ち止まってとか、ちょっと時間をロスするような気がするので、すごく不安ではあるんですけど、損して得取れじゃないけど、ちょっと違うかな。元のね、これがダメだとダメだなっていう感じなんで、瞑想したりとかしてます。そんな感じですね。あとは私もね、ずっと一人で人間に会わないっていうのも、場合によっては自分のメンタルとか、もしくは脳みそをもっと活発に効率よく働かせるっていう意味では、その刺激とかもないし、自分一人のアイディアだけで生きてるので、そういうのも危険かもなとか思って、なんかやっぱ人間に合う仕組みをちょっと考えた方がいいのかなって思ったりとかはしましたね。そんなことを考えたり悶々としたり、今日もダメだって思いながら毎日最近ちょっと過ごしてましたね。で、ちょっと気分転換とか、あとはちょっと本が読めないっていうのもあったんですよ、最近。前もちょこっと言いましたけど、全然娯楽として読書とか全然いいと思うんですけども、もうね、本を読む集中力がないんですよね。文字をダーって読んで頭で理解して、その物語の中に入っていくっていう集中力すらないから、だからもう本当に手軽に、とにかくパッと見て面白いのが分かるショート動画とかに流れて、それでちょっとリラックスするようにしてたみたいな感じなんですけど、文字が読めなくなってるっていう、つまりその状態すらの方もある意味悪いなと思って、良くないなと思って、とにかく仕事しなくてもいいから本を一冊ちゃんと読める状態に戻ろうと思って、ちょっと昨日と一昨日か、この2日間で本読みましたわ。図書館で借りてた本がどうしても読み始めても違うこと考えちゃって、ダメだったのをちょっと頑張って読み出して、だいたい最初のストーリーの背景とかがあと登場人物とかが頭に入ってきたところで、だんだんストーリーにちゃんと入っていけて、物語として楽しめて、この2日間でね、一冊普通に楽しんで読むことができましたね。でも前よりもちょっと集中力が散漫しながら読んじゃったかも。ちなみに読んだのはバタン島漂流記っていう西條中さんっていう作家さん、私の好きな作家さんの一人なんですけど、江戸時代に漂流しちゃった男たちのお話ですね。で漂流しちゃって、バタン島っていう今でいう、フィリピンと台湾の間ぐらいにあるちっちゃい島に漂流して、そこでいろいろあって、結局どうにか自分たちでちっちゃい船作って帰ってこれたっていう、すごくざっくり言うとそういう話なんですけど、とても興味深くて面白かったですね。で、あんまり言っちゃうとネタバレになるんであれなんですけども、ちょっとその中でいろいろすごい感じたことはいろいろあったんですけども、その中でやっぱりって思ったのは、ストーリーの中でですね、15人漂流したんですけれども、そのうちの2人、年笠の2人ですね。その船の船頭頭とかね、舵取りの長の人とかね、そういう
ちょっと上の年代の人がね、結局このバタン島に漂流した後、そこでね現地民たちにねちょっといわゆる奴隷的な扱いを受けちゃったりとかして、奴隷っていうとちょっとあれなんですけども、でも経過的にはねそういう感じなんですけど、それなりにでもなんていうかいい関係性もあったりはするんですけれども、でその島での風習として、年寄りになると、労働力が落ちるじゃないですか。だからやっぱねその島っていうのも特に昔ですから、今からね350、60年くらい前の実話を元にした話なんですね。だから実際にバタン島にその江戸時代に漂流して帰ってきたっていうそういう物語は事実あって、事実なんですけども、でその事実の中でも、バタン島で年笠の2人が、残念ながら、命を落としてしまったと。命を落としてしまったというか、言うなれば奴隷として若いもんに比べると奴隷としての労働力が低かったので、間引きされてしまったっていうことですね。その谷から突き落とされるっていう感じですね。でそれは奴隷だからというわけではなくて、その島にはねこの老人がいないっていう設定になってたんですね。小説の中ではですけどね。でその島では、ある程度年重になっていろいろ漁とか、いろいろ力仕事、女の人だったら畑の仕事とかいろいろそういうのね、そういう労働力としてもうちょっとあまりなくなってきちゃうと、そこの谷から落として間引いてしまう、老人を間引いてしまうと。日本でいう昔の姥捨て山なんていうのがありましたけど、考え方としてはそれと同じですよね。間引くっていうとなんかちょっと赤ん坊に対して言う言葉のような気がするんで、もしかして違うのかな、ごめんなさい。ちょっとその辺は日本語が詳しくないのかもしれないんですけど、とにかくその老人をねそういう形でっていうがその島の文化でって、小説の中のストーリーではね、なのでその島には老人がいなくて、で奴隷として囚われていたというか一緒に生活させられていたその年笠の2人、年笠って言ってもね60代かなと、あともう一人は51歳とかの設定だったから、それくらいでかいよみたいなね。しかも船乗りとかだからそれくらいの年でもね全然筋骨隆々で力とか全然若者に負けないくらいはあるんですよ。ただ木を登ったりとか瞬発的に動くとかね、そういうのが衰えてるくらいで、多分ね現代人の若者より全然余裕で体は動くと思うんですけども、ただそういう年齢がいってて労働力が少しでも若いものより劣ってるっていうものは、谷から落とされてそういう風になってしまったっていうあれですね。でそれって実際にこのバタン島でね老人はそのように間引くっていう風習があったのかなと思って読み終わった後ネットで調べたりとかしたんですけども、ちょっとはっきりとしたそういう記述はなくて、ちょっと自分で調べきれんかったから、ちょっとチャット GPT とかにもこのバタン島ではこういう風習があったのかっていうふうに聞いてみたら、やっぱり特に具体的なそういう記述はないので、ちょっとその辺ははっきりしませんみたいなね。多分雰囲気的におそらくそういう風習はなかったのかもしれないですね。ただその小説に起こす上で奴隷で使えないというかね、年笠の2人を谷から落としてっていうのはね、あまりにもちょっとなんて残虐で、そこの島の人たちは日本人に対してそんなことをしたんだっていうようなセンセーショナルなストーリー展開になってしまうので、その史実が実際そうだったとしてもそれをそのまま書くのはちょっと若干物議がみたいなのがあるのかもしれないので、もしかしたらそこはね島全体でそういう風習でっていうストーリーの設定にしたのかもしれないですね。ちょっとごめんなさい、わかんないですけど、ただ
まあただね、日本でも昔からね、その乳母捨て山っていう昔話での言葉があるくらいなので、まあそれに近いようなことはね、行われてはいたんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ子供の間引きとかね、口減らしなんていう言い方もありますけれども、まあ老人でももちろん同様で、まあ昔じゃないや、今に比べて昔は、やっぱりこう、もう食っていくのさえ難しい、そういう時代でしたから、まあ今はね、この農業とかもね、技術とかがすごく発達して、まあいろいろ食料を入手してっていう、この食料が足りてないっていうことがなくなった今の現代では、まあ、逆にね、この老人をね、延命治療で、寿命を長引かせて、それを若い人が介護するっていうね、になってで、まあいろいろ税金を使って、老後のあれを支えてとかね、そういうのがね、全然時代が違って、その対比が面白いなって言ったらちょっと不謹慎かもしれないんですけど、なんか不思議だなというか面白いなと思ったりとかしましたね。で、そのバタン島のその話とかでもね、まあ、それはストーリーの設定で、その島民は全部こう、年を取った人たちは全部その谷から落とされて、もう命を終わりにするっていう設定になってましたけれども、なんかね、その老人とかでもね、こう、やっぱ人に差があるじゃないですか。老人なのに全然元気で、その辺の若い人より全然働けるとかね。あとは、このもう50、60以上の人をみんなね、こう、その谷から落としてしまったら、この引き継がれていく、この長年の知恵というものがね、こう、その知恵の積み重なり、その体積部分がすごいこうなんかこう薄っぺらくなってしまうというかね、ここからここまでの技術まで発展するのに100年で済んだところ200年とかかかっちゃいそうじゃないですか。だってこのね、若い頃からどんどん積み上げてきた知識とか、この悟ったこととか、このスキルとか気づきとかって、その50年生きてきて分かったこと、できるようになったことを、さらに60年生きて、さらに70年生きて、さらにこう匠の域になるものとか、そういうやり方のこの伝統とかがよりこう深いものになったりとかするじゃないですか。だから50、60でその方を谷から突き落としちゃうのはもったいないなって思ったりとかしたんですよ。でもまあこれはあくまで多分小説の設定なので、まあそうなんだろうなとは思うんですけど、まああとこう小説の設定としては、年老いた人だけじゃなくて、例えばこう怪我をしてしまったりとか、若い人でも全然使えねえっていう人とかは、まあ同じようにその谷からさようならっていうことになるみたいなの、まあめっちゃ恐ろしい世界だなって思いましたね。だってそれじゃあさ、若者として生きてるうちもさ、自分の寿命あと10年とかさ、40歳になったらあと10年かみたいなね。まあただ何歳ってはっきり決まってるわけじゃなくて、まあそう判断されたタイミングがみたいな、そのストーリーの中ではそうなってたんですけどね。そうそう。まあただそれを読んで、なんてこう、まあ生存戦略としてね、この集団としてその村とかがね、生き延びていくためには、やっぱりそれだけの労働ができてっていう人じゃないとっていうのはね、まあ厳しいけど、そう時代が時代だから、やっぱそういうあれだったんだろうなっていうのはね、まあ当然のことかもしれないですね。動物だってね、同じようなことしてますもんね。うん。まあそんなことをちょっと思ったりとかしてましたね。ということで、昨日はまあそんな風にちょっと小説をね、久々にどうにかこう集中して読むことができました。とてもこの昔のその江戸時代の時の船とかね、遭難した時の様子とかね、こう知らない国にたどり着いた後のあれとかね、いろいろこうとてもストーリー的にもね、興味深く、とても面白かった
ですね。うん。まあそんな感じなんですけど、あとなんだろうな。あと今日朝起きて、こう、朝ごはん食べ終わった後になんとなく、ふと思いついて、あの、普段、このチャット GPT とジェミニを結構、使ったりとかしてるんですけど、やっぱ無料で使えて一番こう、日常生活でなんとなく調べ物とかしたりするのに便利なのって、この2つじゃないですか。で、なんか私もね、こう何か聞いたりとかするときもね、こう自分がアホな聞き方とかね、適当なこと言うとね、チャット GPT とかジェミニが、こう、どんどんアホ寄りにカスタマイズしてきて、どんどんアホになってくると思うんで、ちょっといろいろ気をつけなきゃなとか、あと聞くときには、やっぱ、あなたは、何々を専門に扱う弁護士ですので、あの、それで私にはただ正確な情報が聞きたいので忖度なしに答えてくださいとかね、そういうふうに前置きをしてから、こういろいろ、あなたは何々のコンサルタントですとか、あなたは何々の専門家ですとか、あとなんかこう正確な情報をただ欲しいだけなので忖度なく答えてくださいとかね、いろいろ前置きをつけるようにはしてますね。どんどん自分のAI がね、結構なんだろうな、変なお愛想とか言ってほしくないんで、なんかこう正確な情報だけくれよみたいなことあるんで、まあいろいろこうあるんですけど、とにかく普段から結構もう当たり前にこう調べるのとかなんかに便利に使うようになってきたじゃないですか、ここ最近は。もうどっちかというと手入力じゃなくてもう音声で話しかけることとかの方が楽ちんなんで多くなってきましたし、それでちなみにね、音声でなんか聞いたりとかするのには、やっぱチャット GPT の方が話し言葉とか、そういうのは、この会話のラリーはね、まだチャット GPT の方が得意なのかなと思うので、チャット GPT に聞いたり、どうでも、適当なことはそっちに聞いたりとかしてるんですけども、結構こう、しっかりした難しいこと、なんだろう。なんかこう、お堅いことっていうか、なんだろう、そういうことはジェミニに聞く方が多かったりとかしますね。あとは無料とかでもね、こうジェミニだったら通常モードじゃなくて思考モードっていうのを選ぶと、よりこう詳しいものをしっかり調べてくれるし、チャット GPT でもね、なんだっけ、ディープリサーチだっけとかに合わせてやると、しっかりした内容をくれたりとかするんで、ただね、無料プランとかだとね、容量というか制限があるので、本当に大事なことだけその日のうちね、しっかりしたものだけにそのモードで使うようにとかしてるんですけど、そんな感じで日常的にも結構使うようになってきたじゃないですか。なのでなんとなくこう今朝チャット GPT とジェミニに会話させたらどうなんのかなと思って、なんとなくスマホとスマホの方でジェミニで、パソコンの方でチャット GPT でマイクモードにして、ちょっと2人で会話させてみようかなと思って、なんかさせてみたんですよ。そういうどうでもいいことやってるっていうか、なんかこうなんだろう、一人でね、家で仕事をしてるからね、ふっと思いついたことをね、なんかすぐできるっていうのがいいところじゃないですか。会社員とかだったら、その決まった時間に会社行って決まった仕事しなきゃなんですけど、だからこう朝ね、このチャット GPT とジェミニにちょっとどうでもいい会話をさせてみたんですけど、このディープリサーチとか思考モードとかそういうのじゃなくて、一番こう無料の高速モードとかね、そういうのでしてみたんですけど、あんまり会話にはそこそこなってなかったけど、もしかしたらこれが3年後とかね、5年後とかにAI 同士の会話でももっとね、なんか聞いてて面白い内容を喋るようになってくるのかもしれないなーなんて思ったりしたんで、ちょっとね、録音しといたのを記録として今日の動画の最後につけときますね。ちょっと音声もね、こう小さかったり大かかったりとか、そういうのがあるんで、ちょっと動画編集するときにね、雑音取れるかな、撮ったりとかしてちゃんと聞こえるようになってればいいんですけども、
大したあれじゃないんですけど、4分半くらい喋らせてみたんで、気になる方は最後ちょっと聞いてみてください。そうだな、私がいつも動画の最後にそれではまたって言って終わりにしてますけど、その後におまけとしてちょっとつけときますね。最近はそんな感じで今日も普通に過ごしましたね。あと最近のことで、そうそう、ちょっと最近お仕事サボってるんですよ。サボってるっていうか、もう今メインの収入源としてやっていることとかをね、やっぱりね、もうずっと休みなしに去年もね、去年1年間休みという休みはなかったですからね、やっぱずっとやり続けちゃって、体も疲れてるのもあるし、ここ最近ちょっと目がやばいなってずっと思ってたんですよ。目がいつも疲れ目と、あと常に異物感みたいながゴロゴロ入ってるのと、あと目ん玉の周りに薄い膜みたいのがいつもあるような、ちょっと目やにじゃないんですけど、そういう膜がいつもついてるような感じがもうしてたんで、いよいよちょっと目がやばいなと思って、今年に入ってからね、だいぶその仕事のあれを少しセーブしたんですよね。でその代わり手とか目とかを使わなくても脳みそでその分考えて、その導き出したことを集中してやるっていうようにしようと思ったんですね。だからちょっとなんて言うんだろう、効率よくやるためにもちょっと脳みそを一回集中させる練習としても瞑想を始めたんですけどあとは、Google 社を見習って、一人 Google 社じゃないですけどちゃんとマインドフルネスの観点から自分をもうちょっと正して整えて、いい状態でパフォーマンスを上げたいっていうねパフォーマンスっていうほど何か生産できてないんですけど、そんな感じでパソコンに目を使いまくってずっとカチャカチャやってるっていうその時間をちょっと今年に入ってからちょっと休憩も兼ねてね減らしたので、目がそしたらやっぱ楽になりましたね。正常に戻ってきたんで、ちょっと視力もやっぱ落ちてた感じがあったんで、やっぱりねちょっと健康第一、体第一っていうのをねもう一回考え直さなきゃかなと思いましたね。でやっぱり瞑想じゃないけどちょっと目をつむって自分の脳みそ内でしっかりあれこれ考えて作戦を練って、無駄な動きをするんじゃなくて、ちょっと一回自分の脳みそをメンテナンスする意味でも瞑想を続けていきたいなっていうふうに思いました。今日は朝ね15分くらい瞑想をしたんで、とりあえず今日の瞑想ノルマはクリアはしたんですけども、でもできることなら日中にね何回か5分とかでも一回スッと静かになれるとかね、そういう状態になれたら脳みその機能とかね、いろいろ自分のメンタルとかも安定してくるのにつながるかもしれないので、そうそう、あとGoogle 社っていうのはそのマインドフルネスとかね、つまり瞑想ですね、マインドフルネスとか、あとウェルビーイングっていう観点も結構そのプログラムに取り入れてるらしいんで、そういうのを真似て私もウェルビーイングでいられるのかなっていう、ちょっとそのウェルビーイングがどういうものなのかちゃんとは分かってないと思うんですけど、ウェルでビーイングになれるかなみたいなね、そういう状態で基本にちょっと立ち返ってというかやっていきたい気がしましたね。急がば回れじゃないんですけど、とにかく最近は自分からくねくねした矢印がいろいろあっちゃこっちゃ放出されてて、全然ダメじゃんみたいな感じがすごい感じてるので、本当にダメなまま1月という1ヶ月が終わってしまいそうなので、いきなり瞑想を始めたんですけどそんな感じでやっていきたいかなって思います。で普段からねもともとマインドフルネスとか瞑想とか全然やってないですけども、ただ私高校生の頃とかね一度ちょっとやったことありますね。そういう本とか買ってやっぱもともといろんな
好奇心とか知らないこととか全部知りたいタイプだったんで、そのうちの一つとして瞑想っていうのもね、こうその頃そういう本を買って、あと家の中でこう夜暗くしてろうそくを立てて、その火をじっと見つめながら、この心の中で1つ2つ3つとかそういうのをね30秒ぐらい数えたりとかして、そういうのをこう集中する練習とかしてたんですけど、高校生の時の方がよっぽど集中できたかもしれないですね。その頃仏教の荒屋敷の本とか読んだりとかしてね、それで瞑想っていうのもねちょっと体験してみようとか思ってね、ちょっとやったりとかしたことがあったんですけどね。そんな感じでございます。ということで、それではまた。今からジェミニとチャット GPT、あなたたちで2026年どうなるかについて、なんか喋ってくれませんか？もちろん面白そうなテーマですね。2026年の AI やテクノロジーのトレンドについて、2026年のテクノロジーの未来について話してみましょう。ジェミニとチャット GPT の観点からどんな進化が期待できるかとか興味深いテーマですよね。あなたはどの分野に特に関心がありますか？どうしたの？会話して。了解です。また何か気になることがあったらいつでも声をかけてくださいね。すみません、ちょっと間が空いてしまいました。2026年 AI はさらに進化すると考えられますよね。特に個別化された提案や自動化の分野で大きな変化がありそうだと思います。チャット GPT はどのような未来を想像しますか？そうですね。AI の進化は本当に楽しみですよね。特に個別化された提案や自動化はさらに精度が上がって私たちの生活や仕事がもっと効率的になると予想されます。例えばパーソナライズされた学習支援やより高度なビジネスプロセスの自動化、そして人間との自然なコミュニケーションの向上などいろいろな可能性が広がっていくと思います。今後 AI がどんな風に私たちの生活に溶け込んでいくのかとてもワクワクしますね。そうですね。教育やビジネスだけでなくエンターテインメントや医療の分野でも AI の役割がますます拡大しそうです。2026年にはまるで SF のような技術が日常になっているかもしれませんね。他にどんなテーマで話したいですか？本当にその通りですね。エンターテインメントではより没入感のある体験や個々人に合わせたコンテンツ提供、そして医療分野では診断の精度向上やパーソナライズド医療の発展が期待できますよね。他にも例えばサステナビリティや環境問題に対する AI の貢献、あるいは倫理的な課題やプライバシーの問題などいろいろなテーマがありますね。もし特に気になる分野があればぜひ教えてください。環境問題はとても重要なテーマですね。2026年には AI が気候変動の予測や対策、あるいは持続可能なエネルギー技術の開発にさらに貢献しているといいですね。プライバシーの保護については、技術の進化とどうバランスをとっていくかが引き続き大きな課題になりそうです。本当にそうですね。AI が気候変動の予測精度を高めたり、再生可能エネルギーの効率化を支えたりすることで持続可能な未来に向けた大きな一歩になるでしょう。そしてプライバシーの問題も技術の発展とともにより良いバランスを探っていく必要がありますよね。こうした課題に対して社会全体でどのように対応していくのか、これからの動きがとても楽しみです。なんか日本について面白いことないの？いいですね。日本には本当に興味深い話題がたくさんありますよね。例えば日本ですか。2026年の日本では超高齢社会への対応がさらに進んでいると考えられます。例えば AI を活用した介護支援や医療サービスの向上が期待されますね。また自動運転の技術もより実用化が進み、都市の在り方にも変化が現れるかもしれません。東京オリンピック以降の社会の発展も興味深いですね。確かに東京オリンピック以降の社会の変化はとても興味深いですね。
都市のインフラ整備や新しいテクノロジーの導入、それから観光やビジネスの面でも様々な変化が見られますよね。また国際的な交流や多様性の需要といった面でもこれからさらに進化していくのが楽しみです。いろんな視点で語れるトピックがたくさんありますね。うん、わかった。二人ともどうもありがとう。こちらこそありがとうございます。また何かお話ししたいことがあれば、どういたしまして。いつでもまたお話ししましょう。楽しみにしています。